こんにちは、みやです。今日もまた留学関連のビデオにしたいと思います。多分、一番英語圏の留学で一番いろんな人気になるのは英語力どれぐらい伸びたかっていうのやと思うんやけど、大学を卒業してみて、どれぐらい伸びたかと、どれぐらいの英語力で初め行ったかと、その在学中英語に対して何をしたかとか、そういうのについて今日は話していきたいかなと思います。じゃあまずは大学に通う前、私の英語力はそんな高くはございませんでした。正直言って、ずっと 2,3 歳ぐらいの時からずっとこの英会話教室とかに通ってて、でやっぱり3歳ぐらいの時って一番耳が発達する時やから、その時からずっとネイティブの先生から英語を勉強してたから、発音と日常会話だけは無駄にできたというか、日常会話もあれやけど、その発音だけはマシやった。他の日本語英語にならずに済んだっていうのはありがたいことにありまして、でもちょっとアクセントあるけど、マシな方っていうあれで、でも小さい時から勉強はしてたけど、高校の1年生になるまでは留学経験とか一切なかった。で、高校1年生の時にそれまでずっと英語やってきたってのもあって、で私自身がその日体ハーフっていうバイリンガルやったから、英語系が強い高校に行きたいってなって、で進学した高校が高校1年生の3学期の時に留学する、1ヶ月半ぐらい留学するプログラムがあって、でそれでちょっとだけ留学したんやけど、その時はほんまに全然喋れへんかったし、ニュージーランドに行ったんやけど、ニュージーランドのアクセントがもうわけが分からへん。もうアメリカ英語でずっと育ってきて、イギリス英語とかみたいな、ニュージーランドもっとひどい。とりあえずもう頭のすでにハテナみたいな感じやったから、もうその時改めて私全然英語できねえやみたいな感じで改まって勉強をちゃんとしようと思ったわけですね。でも英語の点数とか全然良かったの、それまで。知らんけど文法そんなやってないのに良かったし、英検もできてたし、英検2級か12級か忘れたけど取ってたし、で TOEIC とかの IBT TOEIC の一個前みたいな感じのジュニア版みたいな感じのやつも良かったし、 GTEC っていうベネッセがやってた英語のテストみたいなのも知らんけど良かったんやけど、使える英語は全然できてなかった。知らんけどほんまにもうやばかった、その当時は。で、帰ってきて、高校2年生になって帰ってきて、英語真剣にやろうかってなって、うだうだしてたって感じ。大学進学を海外にするって決めてから、英語TOEFLとか IELTS とかの勉強をしないといけへんから、それでやるわけなんですけど、聞いて驚くなはれ。TOEFL 初めて受けた時29点、トータルのスコアで、めっちゃ恥ずかしいけど29点という、いけるやろみたいな感じで言ったら、もうやばみたいな、全然分からへん、リーディングとかリスニングも何言ってんのこの人みたいな感じで、とりあえず4時間の時間と2万円というお金をドブに捨てたような感じやったぐらいできなかったけど、そっからシスタンというもの、多分高校生の方は知ってると思うけど、日本で高校をやってた人はシスタンを一からやり直して、TOEFLの単語帳のレベル1のとこからそ
こだけもとりあえず100点でできるように 100% できるようにとかやって、でトーフルはもう体質的に無理ってなって、でIELTS に移行して、で3回受けて、確か3回中2回 6.0 まで上げることができて、で入学条件が 6.0 で OK っていうことで、だから大学入る前はだいたい IELTS6.0、 TOEIC はだいたい750点ぐらいを高校2年の後半ぐらいかな、確かに取ったはず、確かあんま覚えてないけど、でも IELTS が 6.0 やったのははっきり覚えてる、でそれぐらいで行ったから、大丈夫だろうって思って大学に入ってみたら、もうそれがやっぱりテストと現場は違う。ほんまにもう何が起きているのかさっぱりわからないって感じで、とりあえず大学1年生の時は苦戦しましたね。大学1年生の冬ぐらいからだんだん慣れてきて、で会話とかもできるようになってきたって感じやったな、大学1年生ぐらいで。で1年生の冬にミュージックメジャーに変えたから、そこから個人レッスン、ピアノのレッスンを受けたことある人は多分わかるけど、個人レッスンが毎週あって、それを1時間、それを1対1でネイティブの先生と会話をしながらピアノを弾かないといけないわけですよ。でリハーサルとかも自分の歌のパートナーの子とかとリハーサルも全部英語みたいな、それのおかげもあって、ぐっと会話レベルは上がりまして、で4回生になる頃には初めの方はもうレッスンドキドキバクバクみたいな、もうやばい、英語喋らなみたいな、ピアノだけ弾いとったらあかんみたいな感じで、その音楽の表現方法とかを英語でちゃんと伝えられるように4年生の頃にはちゃんとなっていたので、それはすごく良かったなと思います。在学中に英語勉強に対する努力はそんなにしてないけど、やっぱり現地の人、ネイティブの人といかに絡むかっていうことを自分は念頭に置いてやってたから、もちろんそれ日本人のコミュニティとも仲良くしようとは思って、それはそれですごい大事やと思うねんな。やっぱ海外出たら助け合いっていうのも大事やし、だからそういうのも気を使いながら、でも現地の友達もいっぱい作るっていうことを頑張ろうってなって、で4年生の時にはクラスの中で発言することもそんな恥ずかしくなくなってきたって感じやったし、とりあえずそのスピーキングとライティングに関してはすごく右肩上がりな感じやったと思う。でもリーディングとかがどうも昔から日本語でもそうやけど読書嫌いなタイプの人間なので、リーディングだけは最後の最後までもう嫌やって思いながらやってたけど、どうでもいい話とかゴシップネタとか化粧品のレビューのブログ記事とか、英語は全然サクッと読んじゃうのにアカデミックな内容になるとやる気が失せてだんだん眠くなってくる、だからやってたけどちゃんとリーディング半々ぐらいでやってたかな。だから語彙力が伸びたかって言われると、アカデミックな語彙力は自分的にはそんな変わってない気がするし、いちいち全部調べて書き留めてそれを覚えるっていう時間は絶対になかったから、もう調べて分かったらもうその文章その時でおしまいみたいな感じやったから定着はしなかったかな。よく出てくる品質単語みたいなのはだんだん覚えてきたけど、音楽用語とかので
やけど副専攻で取ってたコマースのコースとかで出てたビジネス用語的なのはやっぱりそんなに読まなかったし、そんな使わんかったからあまり覚えてなかったけど、まあ大体なんかこんな感じの意味かなみたいな予想が当たるのが多くなった気がします。で今なんかそういうテストとか何も受けてへんから大学卒業後の自分のレベルがどれぐらいあるのかよく分からんけど、日々の生活で思ったのが、例えばルームメイトとかと20代前半の苦悩とかなんか悩み相談とか恋の相談とか、そういうなんていうの、日本の女子大生が行うような会話とかでも、電車が通ってる、どこまで話してたっけ。自分の英語力どれぐらい伸びたんやろうとか、ちょっと考えるときにそういった普通の会話とかをその日本語に変換して考えることもなくなったし、英語は英語で理解してる自分がいるなって思ったし、ハリー・ポッターは別として、最後こんなことになっちゃったけど、今回も見てくれてありがとう。次はボスケリについてあげるので次も見てね。バイバイ。